ア特急でも有名な Thanks。 Good morning。 ここのホステルは朝飯朝食無料なんでマジで助かる。今からちょっと朝食食べてきて、そこで、チャンネル登録者、今日のチャンネル登録者の増加を見ていきたいと思います。これ昨日の伸び方はね全然良くない。正直ここはおそらく今日はこのホステルに泊まれるし、ちょっとひどいことになると思う。まあとりあえず行ってみましょう。おっしゃ、じゃあご飯待ってる間に見ていきますか。チャンネル登録者の増加頼む。どうやどう？ちょっと僕ここから確認できないから見ます。468っていうことは昨日の夜が464人で今が468人なんで4人の増加です。今日は400円分のお金が使えるというわけですね。ただ400円というのはこっちではルピーに換算しなきゃいけないので、今からちょっとルピーに換算していきます。今のレートが 0.65 ルピーなんで1円につき258ルピー。終わった昨日言い忘れてたルールとしては、昨日使い切れなかったお金、その日に使い切れなかったお金はチャージ可能、貯金可能です。だからそのセーブしたお金を合わせると昨日60ルピー使ってないんで258足す60は318。今日は318ルピーを使えるというわけですね。このホテルは1泊600ルピーするのでもちろん泊まれません。終わった。 3 rules for traveling around India. Rule 1. I can use 59 rupees per subscriber who joined from yesterday. Rule 2. Don't use phone. Don't use SIM card. Rule 3. Have to tell the charm of India on YouTube. Quickly. CC Daily。まあ地元のローカルのインド人の友達がチャンネル登録してくれるみたいです。ありがてえ。もうこれだからインド人優しい。全員が家族。いや、Thank you。今日の朝食来た。うまそうすぎるやろこれ。なんか芋入ったパンケーキらしいです。ともちろんこれカレーっぽい味付けですね。全然パンケーキじゃない。いや、うまい。油っぽい揚げたチャパティみたいな。ちょっとナンっぽい感じかな、日本でいうと。これはポテトが入ったカレー。これ一緒に食べるとうまい。昨日と同じ、パンとオムレツも選べたんですけど、今日は変えてみました。やっぱりなんか僕は昔筋トレにハマってたこともあってタンパク質が欲しいんですよ。だからオムレツにすればよかった。じゃあ今からどういう風に動いていくか、ノートにバーって書き出していこうと思います。今からちょっと思考の時間です。で、このコーヒーだけ120ルピーで頼みました。だから今日使ってるお金は多分あと200ルピーぐらい。やっばいマジで。まあちょっといろいろ今から考えます。OK、じゃあ143ルピーがさっきのコーヒー代らしいんで、とりあえず払って今からこれは、今日の YouTube のチャンネル登録者の増加から払います。残りあと多分使えるお金が、200ルピー前後ですね。やばいマジ。終わった。ナマステー、シシです。現在僕はインドのコルカタという町に来ております。ここコルカタはインドでも
最北端あたりに位置しており、バングラデシュとの国境沿いにある町です。インドの第3の都市と呼ばれているぐらいでっかい町なんですけど、人口が約1485万人ほどいるということで、人口密度だけで言えばインドの首都ニューデリー、さらに第2の都市ムンバイよりも人口密度が濃いと言われています。沢木耕太郎さんが書かれた伝説の著書、もうバックパッカーとか旅人好きは必ず見たことがあると思うんですけど、深夜特急のインド編でも出てくる有名な街です。1980年ぐらいに80年代に書かれた本だと思うんで、まだその時はカルカッタって呼ばれてたらしいですけど、2000年ぐらいからコルカタという名前に名称が変更されたみたいです。深夜特急が書かれたのは1980年代ですけど、この2022年今1月3日です。コロナ禍の現在のコルカタの様子を見れる動画は多分 YouTube 上にこの動画だけしかないと思うんで、ぜひ最後まで楽しんで見ていってください。それではコルカタの街へ行ってきます。現在この橋の上大通り沿い歩いてるんですけど、ここの橋の下にはちょっとスラムっぽい街があります。手振ったら振り返してくれたここはちょっとスラムっぽい街なんですけど、川沿いですね。ここのすぐ隣にはでっかい建造物、この建造物がかなりすごい建造物なんで、ちょっと今から行ってみましょう。すごくないですか？これ隣にもビルとビルの間にプールがあるんですよ。あそこが全部プールになってるらしくて、多分本当に VIP とかお金持ち用に建てられた建物なんだと思います。さっきのスラムっぽい街並みの横にすぐこんな大きな近未来的なビルがあるってことは、やっぱりインドの貧富の差を表してますよね。あと僕もうインドに来て1ヶ月半ぐらい経つんですけど、ここのコルカタは僕が見てきたインドとは全く違う街です。なんか違う国に感じます。バングラデシュとの国境沿いにもあって、なんか喋りかけてきた。バングラデシュとの国境沿いにあるっていうこともあって、宗教も違います。インドは多分 70% ぐらいがヒンズー教の国なんですけど、ここのコルカタに関しては多分 50% ぐらいイスラム教ですね。バングラデシュ自体が 90% がイスラム教の国って言われてるんで、バングラデシュから流れてきた移民とか、近いからその文化が混ざり合ってるんでしょうね。この YouTube で話聞いてるだけだと宗教の違いとか言われてもあんまり分かんないと思うんですけど、実際に街に来て足を運んで肌で感じていると、宗教が違うだけで全然違う街に感じます。あとは何といっても言語、インドってヒンディー語じゃないですか、主要言語が。で大体の人、半分ぐらいかな、 50% ぐらいの人は英語話せたりするんですけど、インドはもうあまりにもでかい国すぎて場所ごとに使う言葉が違うんですよね。ほとんどの人はそのナマステみたいなヒンディー語を喋れるんですけど、ここのコルカタに関してはベンガリー語っていうのを喋ります。バングラデシュでも使われている言葉でベンガリー語っていうのは、ちなみにバングラデシュはローラのモデルのローラさんのお父さんが生まれた国だから、ローラさんはバングラデシュと日本のミックスって言ってますよね。あとコロナ禍ということで気になるマスク事情なんですけど、正直インド、僕これまでニューデリーっていうインドの首都と、あとバラナシ、ガンジス川が有名なバラナシっていう街も行ったりしたんですけど、正直インド人はあんまりコロナ気にしてないんですよ。であんまりマスクしてる人もいません。多分一番してなかった場所がバラナシかな。おそらく 10% ぐらいの人しかマスクしてなかったかなっていう印象があったんですけど、ここのコルカタっていう街はほぼみんなマスクしてますね。 80% ぐらいはみんなマスクしてる。だからなんか国民性自体もちょっと違うのかなって感じてます。ニューマーケットビルディングすごい、なんか最初モーラリって場所行きたいって言って、でバスの中でそういえばマザーハウス行かなきゃと思って今マザーハウスに来たんですけど、それをバスで伝えると、そのバスの乗客とあとバスのスタッフ同士がなんか揉め合っちゃって、僕のせいですごい申し訳ない気持ちになっちゃいました。こいつは最初モーラリって行くって言ったのに、なんでマザーハウスなんだってそのスタッフの人が怒って、で僕がマザーハウスに行きたいって言葉を聞いてたバスの乗客が、こいつはマザーハウスに行きたいって言ってんだから降ろしてあれみたいな。いやなんかインド人優しすぎて逆に申し訳ないということで、今マザーハウスに着きました。
ちなみにマザーハウスっていうのはマザー・テレサが、死んだお墓がある修道院です。でこのマザーハウスの中ではなんかボランティアって言って死を待つ人々の家みたいな呼ばれてる場所があるらしいんですけど、その中でボランティアとして、身寄りのないお年寄りのお世話をしたりとか、その見とってあげる、そういう活動もできるそうですけど、多分今コロナ禍なんでできないかな。マザー・テレサ、ちゃんとノーマスクノーエントリーの札もありますね。マスクしないと入っちゃダメ。さっきのマザーハウスの中は撮影禁止だったんですけど、写真を撮ることができました。ちょっと今から載せておきます。こんな感じ。マザーハウスの中にはマザー・テレサのお墓がありました。あとはちょっとした展示物みたいなマザー・テレサのした宝石とか、実際に使ってた衣服とか食器とかが飾られていました。で僕ちょっと勘違いしていたのが、マザー・テレサのマザーハウスには、死を待つ人の家はなくて、マザーハウスから20分ぐらい離れたバスで20分ぐらい離れた場所に死を待つ人々の家があるそうです。でも今はやっぱりコロナの影響でそこは空いてないらしくて、中で働いている人とあとはシスターさんたちだけで、お世話をしているらしいです。ですごくびっくりしたことがあって、マザーハウスの中にマザー・テレサと同じような服を着た、シスターさんたちが何十人も住んでるんですよ。でその中になんと今回僕が行ったタイミングで韓国の国籍の方とあと日本人のシスターさんもいました。なので日本語で案内もしてくれたし、すごいなんか快く写真も撮ってあげようかって言ってくれたし、すごいいい経験ができました。Hey, my YouTube. Thanks. Chacha. Take this, okay? Thanks. Hello. खींचो 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 वो दिस फलाटा फलाटाはい、やってまいりました。今ちょっと広角カメラ使ってるんで少しは僕映しながら街の様子見えるかなと思いますけど、ここが深夜特急でも有名な、サダーストリートです。このサダーストリートには全てが詰まってるって言ってましたね。今はお正月年末年始の時期なんで、街並みもこういったなんかネオンが施されてます。インドはヒンズー教なんですけど、一応クリスマスも祝うんで年末年始も結構祝い気味なムードですね。ヒンズー教はあんまりお酒飲まないんですけど、
年末年始だけはお酒飲んだり、そんな感じです。この辺だけはちょっと綺麗になってますね、サダーストリートで。でここが、沢木耕太郎さんが書かれた伝説の著書夜行深夜特急に出てきたリプトンホテルです。これレッドフィールドゲストハウスって書いてあるところが深夜特急にも出てきたサーベーションアーミーみたいです。ここがサーベーションアーミーの入り口です。めっちゃおしゃれな新しい感じになってますね。多分深夜特急が書かれた時とは、改装してると思います。さあ続いて来ましたのは伝説の宿ゲストハウスパラゴン。すごいなんかちょっとサダーストリートから一本入ったところにありますね。雰囲気あるな、安宿って感じ。今日は泊まんないですけどちょっと値段だけ聞いてみますか。これシングルルームで300ルピーなんで破格ですね。どう考えても破格で、ドミトリの場合は今は満員で入れないけど、ドミトリの場合だったら1泊200ルピー、これも破格。じゃあ今からオベロイグランドホテルにも行ってみましょう。ちなみに今のパラゴンゲストハウスっていうところはブッキングドットコムとかのアプリにすら載ってないから、今みたいに直接行って予約するしかない。もしくは多分電話番号でも予約できそうです。だいたいインドの相場としては普通のゲストハウスで安くても500ルピー、本当に安いところなら300ルピーとかあるんですけど、ブッキングドットコムとかの評価は最悪ですね。評価いいところで400ルピー前後なら安いかなって感じです。पूरा ब्लैक होगा। 6:30 बजे तो और चिल्लाना हो यार। এগুলো দেখোどう見てもこの街に似つかわしくない建物があると思ったら、多分これがオベロイグランドホテル。沢木耕太郎が、インドに着いた時にバングラデシュ行きの若者とあと医学生と一緒に泊まったって言ってるとこですね。これはすごい、完全に5つ星の超一流ホテル。一回は泊まってみたい。潜入に成功してしまったまさかのココナッツジュースまでもらえたちなみにさっきのホテルは5つ星デラックスホテルです。それも5つ星だじゃなくて5つ星デラックスホテルって言ってました。だからかなりいいと思う。全部の部屋ウェブサイト上で見せてもらったんですけど、一番安い部屋で8000ルピーやったかな。で一番高い部屋で4万5000ルピーだからかける 1.5 なんで81が8510、一番安くて1万2000円で泊まれるみたいです。そうやって考えたら5つ星にしてはちょっと安いですね。で沢木耕太郎さんが実際に泊まったであろう最も高い部屋、もうマジめちゃくちゃでかかった。映画でよく見るお金持ちが泊まるホテルって感じの部屋でした。いやーコルカタの街マジでおもろいな。貧困からお金持ちエリアまで全部行ってみた。全部一つの動画に詰め込んでみました。やばい、マジで興奮が止まらん。沢木耕太郎さんが泊まったオベロイグランドホテル見せてもらえたやん。ちなみにココナッツジュースは初めて飲んだんですけどあんまり美味しくない。次回の動画では世界最大級の売春街としてもう知られているソナガチっていう場所に行ってみたいと思います。今回の動画が少しでもいいなと思った方、チャンネル登録、そしてグッドボタン、あとコメント本当によろしくお願いします。コメントとグッドボタンあるだけで全然おすすめに表示されるアルゴリズム的にも違うらしいんで、ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画へ行ってきます。Only this. いや、オリンです。じゃあ動画撮影を終えてカフェにやってきました。充電と Wi-Fi この2つが揃った場所がもうここしかなくて、この方には
あとそれ以外はもうホテル泊まったりするしかないってことで、とりあえずカフェ来てちょっと作業して携帯の充電して、でさらに何か頼まんとまずいんで200ルピーでカップラーメン食べました。多分今日使えるお金あと200ルピーぐらい残ってたと思うんで、ちょっと後で計算して出しておきます。いやとりあえずもう今日はお金使えんくなるし、マジで野宿もしくは駅で寝るしかないかなと思ってます。とりあえずちょっとご飯食べて、作業して考えたいと思います。よっしゃ、もうとりあえずごちゃごちゃ考えてもしょうがないから、とりあえず飯来てから食うわ。これこの前の動画でも紹介したかな、日清が出しとるカップヌードルのマサラ味インド版のやつ、めっちゃうまい。マジ疲れた。今バスに乗ってたんですけど、満員のバスで多分運転手が道間違えたんですよ。そしたら満員のバスで全員が怒鳴り始めて、もう怖かったというかびっくりした。いきなり何があったんやろうと思って、最初人でも引いたのかなと思うぐらい、とりあえずなんとか駅に到着したんで今から寝たいと思います。何回来てもカオスやな、インドの駅。なんでインドってこんなおもろいんやろ。なんか一人一人の言動行動を見とるだけでもマジでおもろいし、こんな大人数が集まったらマジなおさらおもろい。なんかその辺に落ちとった新聞紙拾って新聞紙の上に座って休憩します。いやうまい。多分世界一カオスやと思う。インドの駅は本当に世界一カオスの駅やと思う。こんなとこ寝れるもん。普通に考えてここで寝るってすごいな。マジですごい。なんかコロナ禍じゃなかったら誰かと一緒に来たかったですね。とかインド人じゃない普通のヨーロピアンの人とかアメリカ人の人とかと来て感想を言い合いたかった。ちょっと一人だったらもう言葉を失いますもん。あの人ゴミ箱の下に寝とるからね。しかも隣に立っとるおじいちゃんが見とるのはみんなが唾を吐く場所。唾を吐く場所の隣のゴミ箱の下で寝る男。待合室的な場所があって無料で使える場所と、あとは1時間につき10ルピー払わなきゃいけない場所があるんですけど、その10ルピー払う場所に関しては結構もう座席がソファーっぽくなってたり、あとはみんな座席3個ぐらい使って寝転がったりしてて寝たりできてるので、僕もちょっと今日ここで寝ようかなと思います。正直に言うと、正直な話、ここは電車のチケットがないと入れないところなんですけど、ちょっと、窓口の人とお話をして交渉をしてみて、で入れることになりました。なんで今日はここで寝れるっぽい。さっき、1時間10ルピーでなんかソファーみたいな椅子に座って寝泊まりできるところがあるって言ったんですけど、さっき計算してみたら残り10ルピーしか使えませんでした僕。ってことは今から明日の朝までここの無料の席で寝泊まりします。
椅子硬い。やばい。終わったな。ただね、正直言うと今僕がここを使っているのはルール違反っちゃ違反です。だって僕まだ電車のチケット持ってませんから。電車のチケットを持っている人が電車を待つために使う場所なんですけど、まあそうは言ってもね、今ここの外に出て野宿するってなったらもうギャングの巣窟に丸裸で行くようなもんですよ、インドで野宿は。だからね、とりあえず今日はここで、夜が明けるのを待とうと思います。ではでは。この動画は小麦の奴隷大垣店、笠間店、高松店、そして個人スポンサーの現場の相棒塩ビタミンゼリーさんの提供でお送りしました。